元気だから片付けられるのか、片付けたら元気になるのか、どっちなんでしょうね。どっちなのかな。皆さんこんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。とってもじゃないかもしれないけど、元気です。今日は部屋が片付かないについてお話ししようと思います。部屋が片付かない。皆さん部屋の片付けって好きですか？部屋を片付けるっていうのは、いらないものを捨てたり、服をしまったり、本を本棚に戻したり、あとはフィギュアをきれいに並べたり、物を整理すること、それが部屋を片付けることですね。部屋の見た目をすっきりさせるイメージ。簡単に言ったら、散らかったものをあるべきところに整理しておくこと。散らかった部屋をきれいにすることですね。ちなみに掃除、片付けに似た言葉に掃除がありますよね。掃除は汚れをきれいにすることです。例えば、掃除機をかけたり、窓を拭いたり、ほこりを取ったり、ほうきで掃いたり、ゴミとか汚れをなくすことを掃除って言いますね。今日はそんな部屋の片付けについて少しお話ししようと思います。皆さんは部屋を片付けるのは得意ですか？好きですか？私は、得意じゃないし、好きでもないです。今も、このカメラの後ろ側に物がたくさん散らかっています。洗濯して綺麗になった服とか、さっきまで履いていた靴下とか、あとメモ帳とかメモとか、ペンとか、本とか、読んでいた本とか、いろいろ床に散らばっています。散らかってます、部屋が。とにかく。私は何かに集中すると、部屋が片付けられなくなります。片付ける余裕がなくなります。脳のキャパが小さいのかな？言い訳とにかく私のスタイルは極限まで散らかったら一気に片付けるスタイルです。そういうやり方です。散らかるだけ散らかって、これはもう耐えられない。この部屋で過ごすのはさすがにやばい。汚すぎるんじゃないかっていう時に一気にまとめて掃除、部屋をきれいに片付けます。だから今も動画を作るのに、何を話すのか考えたり、考えを紙にまとめたりしていたら、床に物が散らばってしまいました。なので、かろうじて見せられるのが、この私の背景、後ろ側だけです。この私の前を見たら皆さん驚くと思います。本や服を捨てようと思ってもなかなか捨てることができません。よく1年間着ていない服は、これからも着ることがないから捨てましょうみたいなことが本に書かれていたりしますよね。1年着ていない服はこれからも着ることはおそらくないだろうから売るとか捨てるとかして自分の部屋からなくしましょうみたいなのをよく聞きますよね。でも私はなんか冬になったら着るかもとか、どっかに出かけるときに着るんじゃないかとか、高かったから捨てるのは寂しいとか、今の自分には似合わないけど、可愛いとか、そんな理由でなかなか捨てられないです。じゃあ捨てるのだと寂しいから売ればいいんじゃないって思いますよね。昔はよくフリマアプリっていうのは、いらなくなった服とか靴とか本とか、今の自分に必要ではなくなったものを売れるアプリ、サイトなんですけど、昔はフリマアプリをよく使っていたんですけど、商品の梱包とか、発送とかが面倒で、時間もかかるので、やらなくなってしまいました。
しかも売れるまで部屋に物を置いておくことになるじゃないですか。それが嫌で、手間と時間がかかるし、フリマアプリは使わなくなりましたね。片付かない理由に完璧主義だからとかよく言うじゃないですか。でもそうかな。でもそうだからといって、完璧主義だから片付かないとか、そんなこと言ってたらいつになっても片付かないし、そんな風に考えてたらなんか片付けについて考えるのがめんどくさくなってきてみたいな感じです。そんな風に考えてたら別に片付いてなくても生きていけるから片付けなくてもいいじゃんみたいな風に思って結局やらないなんてこともあります。時々スイッチ一つ、ボタン一つでピッて押したら床と天井が入れ替わってなんか綺麗に見えるみたいなそういう機械があればいいななんて思ったり、マシンがあったらいいななんて思ったりもします。床と天井が変わったら、天井は何もないから、天井が床になったらめっちゃ綺麗になるじゃないですか、床が。ありえないけど、そんなことがあったらいいななんて想像したりもします。あとよく心の状態は部屋に現れるなんて言いますよね。疲れていたり、もやもやしていたり、ストレスがあったりしていると、部屋が散らかるなんてこともよく聞きませんか？反対に元気だ時とか、やる気がある時とか、気分が明るい時は部屋も綺麗に綺麗みたいなのも聞きますよね。元気だから片付けられるのか、それとも片付けたら元気になるのか、どっちなんでしょうね。どっちなのかな。私はどっちもだと思ってます。なんか例えば気分が良くない時に部屋をきれいにすると、うん、すっきりした気持ちになる気がします。反対に元気があるから片付けられるんじゃないとも思う時もあります。片付けって難しいですね。なかなか綺麗にならない。綺麗にしたと思ったら1日3時間後には散らかってるみたいな。なかなか難しいです。皆さんは部屋を片付けるのに何かいい方法はありますか？もしいい方法があったら私にも教えてください。参考にして私も部屋をきれいにしてみたいと思います。一旦このポッドキャストを撮り終わったら部屋を片付けしようと思います。部屋って片付けるのめんどくさいけど、やった後のすっきりした気持ちとか、綺麗になったの状態とか、綺麗になった部屋を想像しながら、イメージしながら、頑張ってやってみようと思います。もしかしたらやらないかもしれないんですけど、一旦やってみようと思います。では今日のお話はここまでです。今日も聞いてくださりありがとうございました。また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。じゃあバイバイ、またね。バイバイ。